どうもこんにちは、大峰です。今回はソニーから発売された α7R3 についての妄想レビューをしていきます。非常に評価が高かった α7R2 からどこがどれくらい変わったのか、そして気になる新機能、ピクセルシフトマルチ撮影についての仕組みと効果についても説明していきます。それでは、まず最初に基本的な仕様を見ていきます。ソニーの公式サイトにある α7R3 と一つ前の機種である α7R2 を機能面だけで見比べていくと、α7R3 になって増えている機能がある一方で微妙に減っている機能もあります。そのほとんどはあまり使用することもなさそうな機能なんで、それほど気にすることはないと思いますが、ノイズ低減に効果的なマルチショットノイズリダクションが使えなくなっているのは個人的に痛いかなと感じました。外形と寸法はほとんど一緒。目に見える操作面での向上としてはマルチセレクターが、視覚的な向上としては約369万画素という超高解像度になったファインダーがあります。重量に関してはメモリスティックとバッテリーを含めると α7R3 の方がだいぶ重くなってしまっている印象を受けますが、メモリスティックとバッテリーを省いた状態だと逆に α7R3 が 10g も軽くなっています。これは約 2.2 倍も容量の増えたバッテリーによる重量増によるもので、これまでバッテリーを2つ以上持ち歩くことの多かった α7R2 のことを考えれば実質的にかなりの軽量化と言えそうです。次に画質を見ていこうと思います。スチル画質は4240万画素という高画素カメラながらもフルサイズのリベン照射型 CMOS を搭載してだけあってゆとりのある絵作りになっています。いくつかのサンプルを確認する限りでは ISO100 などの低感度はもちろん ISO6400 の比較的高感度のものを見ても細部のシャープネスは適度に保たれているし、嫌なノイズもかなり少ないことがわかります。そして色の出方も自然で上位機種ならではの余裕を感じます。イメージングリソースというサイトから冷やし区のローデータをダウンロードすることができたんで、実際に現像してみるとその階調の豊かさやノイズの少なさに驚かされました。パラメータを少し大げさに調節していったんですが、シャドウは綺麗に持ち上がるし、ハイライトもきちんと粘っているから調節が非常にしやすい。これくらいいいデータだと作品制作もかなりはかどるんじゃないでしょうか。動画の画質の方は α7R2 の時点で相当な高画質になっていたので、そこから特段強化されていない α7R3 の画質でも十分といえば十分です。ただ個人的には8ビットではなく GH5 のようにそろそろ10ビットでの収録に対応してくれればと思うんですが、そこら辺は今後登場するであろう α7S3 に期待といったところでしょうか。そして個人的に一番気に入っている機能がピクセルシフトマルチ撮影です。これと同様の機能は他のメーカーから出ている一部のカメラにはあったんですけど、 α7R3 ほどの高画質機になるとよりその効果がはっきりと出てきます。この機能、1ピクセルずつずらして撮影した4枚の画像を合成し、各画素で直接 RGB の色情報を読み取る方式ですが、ただでさえ高画質な α7R3 ですが、これによりシグマのコペオンセンサーを搭載したカメラにも引けを取らないシャープでクリーンな写真を撮影することができます。またこれまでのベイエア形式のカメラにあったモアレや偽色もこの機能のおかげで大幅に抑えられる上に、ダイナミックレンジも1から 1.5EV ほども広がるので動かない被写体限定とはなりますが、最高の1枚を求める方にとっての最高の機能と言えると思います。その他の強化された機能としては、まず高速化された画像処理エンジンの BeyondZX とフロントエンド LSI によって中間度域で約1段分のノイズを低減。手ブレ補正機能も α7R2 の 4.5 段分から 5.5 段分へと1段分強化され、より手ブレの少ない撮影が可能となっています。次に連写性能ですが、こちらは秒間最高約10コマと2倍にアップ。それに伴い連続撮影可能枚数も α7R2 ではローで23枚、冷やし区ローで9枚だったものがバッファー容量が増えた α7R3 ではローで76枚、冷やし区ローで28枚へと大幅に強化されている上に、デュアル SD カードスロットになり、より多くの写真や動画データを効率よく撮影することが可能となっています。さらにオートフォーカスは上位機種である α9 のものをベースに画像速度と動体追従性能が2倍に高速化され、瞳オートフォーカスも同様の高速化と全てを語ることはできないくらいに進化しています。
ただ動画関連ではピクチャープロファイルに S-Log3 と HLG が追加された程度で、あとはそれほど気になる強化点はないのは少し残念ですが、ノイズが減ったことや 5.5 段分の手ブレ補正機能を考えれば十分といえば十分なのかもしれません。最後にカメラのセンサースコアを評価するのに有名な DxO マークで α7R3 が100点を獲得しています。同じく100点を獲得しているのはニコンから出ている D850 のみということを考えると、このカメラがどれほど性能の高いカメラかということがわかるんじゃないでしょうか。評価としては色再現は ISO100 で α7R3 が D850 と並び、それ以上の感度ではお互いほぼ同じ。ダイナミックレンジも最低感度では D850 が勝り、それより上の感度では α7R3 と D850 のダイナミックレンジは同等になる。高感度ノイズに関しては α7R3 は ISO800 まで高い SN 比を維持し、 D850 は ISO500 までと非常に高いものとなっています。スチール性能で大幅に強化されたオートフォーカスと高速連写、そして新機能であるピクセルシフトマルチ撮影で動きの速い動体撮影から逆に動きの少ない風景撮影まで幅広くこなせる万能機になっています。これまでソニー製のカメラを購入されていなかったという方も α7R3 なら間違いなく満足できるはずなんで、思い切って購入しちゃってください。以上です。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。